2024年7月26日、まがたまチャンネルの斉藤です。沖縄県からですね、新規収納の相談に乗っているものです。兄弟チャンネルに銀龍侍があります。こっちはね、毎週金曜日の夜7時、技術系が月3回。で、あと、ちょっとね、農業情報であるとか考え方、ちょっと気をつけた方がいいなってことは、まがたまチャンネルで、月に一遍。でもね、ちょっと今月はね、月2回になるのかな。ちょっとね、急いだ方がいいなっていう、急いだってか、配信しといた方がいいなっていう内容があったもんですから、ちょっと技術系の方は今回1回お休みして、今日はね、中古ハウスの査定の仕方だな。たまたまね、先月と今月でね、立て続けでね、1、2、3件あったんだよ。まあ、俺がまがたまチャンネルっていうので、まあ、この前、結構、どれくらい前だったかな。収支計画の作り方っていうのをやったからかな。その前から1回来てたから、1、2件来てたから、で、収支計画の動画配信をして、まあ、収支計画っていうのは、営農して食べていけるか、お金返せるかっていう、そういうことね。で、今度ね、ちょうどね、それでね、中古ハウスの査定の仕方、まあそうだね、中古ハウスの見立てのあれが、2、3件来たんでね、まあやってよかったなと思ったんですよ。でね、まずね、そうだね、中古ハウスのね、見立て方を具体的に言うかな。まあいろんな背景があって、まずね、農地がね、手に入らないからって言ってね、足元見られちゃダメだよ。農地が手に入んないから、俺も経験あるんだけど、農地探すのにすっごい苦労したから、一回手に入っちゃうとね、まあ、なんていうのかな。営農しながら栽培やってるとさ、まあそうでもないんだ。まあ、なんだかんだ情報来るんだ。まあそれはいいんだけどさ。まずね、まあ、そうだね、仮にしとこうか。まあでも実際あった話だからね。その物件はね、土地代込みでね、まあ仮にそこが 10R としようか。300坪のことね。で、まあ、中古のハウスがあったのさ、30年ものです。30年ものの中古ハウスあったの。で、それ付きで、10R で、まあ、500万でいかがですかと。で、はじめまして斉藤さんって来たんで、で、ハウスの、まずね、この30年ものが気になったから、いいですよと。ハウスの画像を送ってください。って言ったんだ。で、ハウスってこうやって立ってんだよね。こうやって立ってんだ。見たことあるでしょ。でね、ここ、ちぎわってんだけど、多分そこ腐ってると思うんで、そこの画像をくださいって言ったら、もう錆びて折れてんだよね。これ込みで500万ということは、農地で300坪で500万って高くないと思ったの、俺は。屋根の画像も撮ってください。屋根、錆びてます。ここ、腐ってます。まあ、どこのエリアとは言わないけど、まあ、いろんなエリアあるからさ。俺はあのエリアで300坪で500万って、おかしくないかと思って。いや、高いと思うよって言って、斉藤さん、中古のハウスついてるんですって言うから、じゃあまあ、ここの画像と屋根の画像を送ってって言って、たら、錆びてるの。新規の人ね。わかんないとね、コロッというまま出しちゃうんだな、あれお金な。ダメだよって言って。ここにさ、これ土だよ。土の中にさ、30年間も刺さってたら、ここ雨とか当たったら腐ると思わないか。案の定腐って、簡単なね、コンクリの、まあ、地食いも入ってたんだけど、もう割れてるもんな。やめた方がいいですよって言ったのさ、
だって、まあね、なんで俺やめた方がいいかというと、まず、中古ハウスの見立てのポイントって言って、俺も自分でハウス持ってたんだけど、俺んとこのハウスはね、水はけ良かった上に、フィルムもね、20年間貼りっぱなしだったから、新品同様とは言わないけど、かなり程度は良かったから、だって引っこ抜いて持ってったら腐ってないんだもん。こういったとこもだよ。うん。でも、ここは錆びてる、屋根は錆びてる、このなんだろう、土刺しって言うんだけど、土に刺してあるここの部分、これアーチって言うんだよね。アーチは錆びてる。この刺さってる鉄パピのここはもう錆びて腐ってる。あとあとあるんですかあったら。ボイラーついてますって言うから、ああ、そうですね。うん。でもさ、30年前のボイラー壊れたら部品あると思う？ないと思うんだよね、俺は。うん。30年ものの中古ハウスに30年前からついているボイラーで、壊れたら、でなんかトラクターつけますとか軽トラつけますとかいろいろ言ってたけど、これね、例えば300坪で、これ、まあジグイベースだったらコンクリで入ってるからね。杭が何本も。で、ピッチを飛ばして、ピッチってのはこうやって、何本か飛ばして鉄パイプ。で、ここに杭が入ってさ、これ字面ね。で、杭が入ってさ、で、ここに鉄パイプが刺さって腐ってんの。で、これ割れてるの。これ撤去するって言ったら、お金かかるよ、それ。そんな30年も経ったハウスでね、栽培やって補修しながらやったら、毎年どっかかんか壊れるよ、これは。まず500万かけちゃってさ、まあいいや、30年中古物500万でしょ？それ手出すことによって1000万以上のぬかるみにはまってきますよってことさ。中古って言わないよね、あれ。古いよね。500万でしょ？いや、だったらね、撤去代誰払うんだってことになるの。だから、これ撤去はしなきゃいけないってなったら、撤去代って言ったら、この 10R でこれで30年で500万って言うんじゃなくて、100万ぐらいでいいんじゃないと思ったのさ、俺は。でね、それでね、売り主さんが、と思うんだったら、断った方がいいよって言ったの。だってさ、30年経ってる古いハウスが、なんだ、部品の交換のつかない機械とかさ、セットでさ、で、それ後片付け、あんたにやんなって言ってんのかいそれ。でね、これはね、俺も実際あったことなんだけど、まあ俺もっていうか、まあ、俺が扱った件で実際あったんだけど、売り主さんの借金が例えば500万あったとするじゃない。売り主さんの借金が、で、それがある組織団体にお金500万借りてた組織団体ってのはある出荷団体だよ。出荷団体に500万あったとしたら、平気で500万で売りなさいっていう例があったから、で、俺その土地価値見たら、そんな価値ないよっていう話だから、それね、その出荷団体に、その生産者の人、借金あんじゃないのっていう話したの。俺はそういうふうに感じた。だって法外に高かったもん。土地代がおかしいなと思ってさ、こっちもある期間を使って、だって土地の相場なんて調べりゃわかるよ。向こうが売りたい、こっちが買いたいっていうのは、あと双方の問題だもんな。まずね、例えばまあ今回あったように、300坪で中古古いものついて500万なんて言ったら、相手の思う壺だよ、それ。よくないよ。一回整理するとさ、これね、撤去代。普通にさら地にして100万円ぐらいの土地をだぞ。あんたここで栽培してこれあげるから、撤去してくれって言ってんの。ここで500万で、この営農資金と補修代とか入れたら、500万ぐらいあっさりいくよ。ってことは1000万でしょ？で、これ毎年直してって、この30年経ってるハウスが、毎年補修しながらやって、持つと思う？台風とか、雨とか。持たんよ。だってさ、土差しで刺さってるさ、アーチの部分のここね、これハウスだよ。腐ってんだもん。丸ごと吹っ飛ぶよ。で、まあもうちょっと綺麗に書くか。
アーチの部分が錆びてるってことは、風で揉まれれば錆びてるんだから。こうでしょ？錆びてんだから。これが、骨が。風で揉まれて揺れたら、フィルムちぎれるよ。傷むよ。擦れて。だから5年持つフィルムが3年でダメになったり、ピニペットって言って、フィルムってさ、ピン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 って止めるの？スプリングっていうので止めるんだ。うん。それも錆びてれば、もっと言うとね、これさ、ハウス横じゃん？まあこれ正面から見てんだけど、このハウスの上に登ってね、登るの。登るんだよ。脚立持ってって、ちょっと登っていいですかって登るの。ここ。上に登るの。登って、大体っていうかみんなどのハウスもそうなんだけど、大事なことだからさ、ほんとちょっとしたことなんだけど、なんでこんな簡単なことでみんな騙されるっていうか、ぬかるみにはまるんだと。これはハウス上から見た目ね。上。こっち入り口ね。出口か。するじゃない。で、これ上から見るとね、アーチって言って、こういうウィーンってなってる部分があるわけ。で、これセンターだよ。上面図だよ。でね、ここにスプリングで、ちょっとこういう実物大ぐらいなんだけど、ここにスプリングって言ってこういうフィルムを止めていくわけ。かぶしてからね。こうやって。これ先にかぶして上からこうやってね、ギュイン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 って入れていくの。これ全部錆びてると思います。もっと言うとちぎれてると思います。錆びた上に風吹いてこれが動くでしょ？じゃああっちにちぎれます。吹っ飛びます。ちぎれます。何でも起きます。雨入ってきます。風入ってきます。栽培どこじゃないから。夢と希望に溢れたさ、ね、農業を目指してて、土地見つかんなくてさ、必死になって探してる人のところにね、よし、あんたたち頑張んなさいって言って、100万でいいから、これ撤去代もかかるし、100万で、頑張ってごらんって言うならわかるぞ。なんだその500万って。古い物件撤去させた挙句に、風で吹っ飛ぶんじゃない前提で、なぜそんなことを既存の先輩たちが、新規で夢と希望に溢れてる青年たちにそういうことをするんだ。というわけでね、今回はね、技術系動画じゃなくてね、バカタマチャンネルを先にはめたの。ダメだよ。1年待っても2年待っても、もっと言うとね、そんなね、泥船、沈むような船で農業でね、スタートしちゃダメ。うまくいかないから。やっぱり、俺が今指導先さんでうまくいってるなっていう人たちは、立地選びうまくいってる。あとはね、相談来たらね、やめた方がいいよってとこに手を出さない。ハウスの向きも南北と東西だったら、収穫量だったら何割も変わるからね。ハウスの向きだよ。あと、ボイラーの位置さ、なんか、南側につけてみたりさ、ボイラーつけなきゃいけない位置だったら、北側って寒いから、やっぱり北側にあったかい温源って言って、熱の元をね、そこに置いて、ダクト工夫してさ、それでもちょっと長いハウスだったら、ボイラーだってこんな風にハウスあるでしょ？これ上から見てだよ。こっち北。普通地図は上を北か？斉藤流です。南。するじゃない。こっちから太陽光線当たるわけだ。こっち寒いじゃん。ボイラーはね、こっちに置くの。もうハウスが短きゃいいよ。俺ハウス長かったら、両方置かなきゃダメだよ。あと炭酸ガスの発生装置はあった方がいいね。炭酸ガスの発生装置。あとはね、意外とね、盲点になってんのはね、電気来てないんだよ。電気。電気来てないところで電気引っ張ろうと思ったらまたそこでお金かかるんだよ。電気が来てないと、二酸化炭素のガスを、今そうだね。俺の考えでは沖縄ですらガスの発生地あった方がいいもんね。12月、1月、2月、100日は使えるよな。だからそれってさ、電源がないと動かないのよ。石油ファンヒーターを代品に入れたとしても、電源がないと動かないの。だから、
ね、最初の頃節約したいから石油ファンヒーター1万円ちょっとぐらいで見つけてきてさ、ね、コンセントにつないでガスの発生をさせるわけ。ダメだよ。最初に10何万も20万もする大きい機械買うことないよ。石油ファンヒーターでやるの。だから、そうだな、そのハウスは循環線の数も想定の5分の1もなかったし、俺にはいい物件に見えなかったね。やめた方がいいと思いますねって言ったら、なんかね、思い切ってやめますって言ったから、農業諦めなさいって言ってるわけじゃないんだからね。ただ、本当にね、泥船に乗って大金使っちゃダメですよっていう話でした。銀龍侍合同会社と申します。ホームページ持ってます。今回はね、サブチャンネルのまがたまチャンネルっていうので、農業技術以外のことを、こういうのも触れるんですけど、さすがにね、3人も、連絡来なくなった人は多分あれ買っちゃうんだろうな。まあそのために俺フィルター役やってるんだけどさ、まあそれでも買いたいから連絡来なくなるんだろうね。まあそれは別にいいさ。ただやっぱり今回のようにね、思いとどまってもうちょっと探そうと思いますと。少なくともこの物件はやめようと思いますっていうのは、俺がうまくいかないっていうんだから結構ハードル高いよ。だって今うまくいってる青年たちって、やっぱり立地だとか、なんかそういった部分とか、おかしなとこ手出してないもん。あとは、ちょっとね、苦戦する場所に立地しちゃったから、それを軌道修正しながら、ここ2年ぐらい頑張ってね、人並みに取れるようになりましたって言って、よかったなって言ってるのに、最初から泥船失礼だな。最初からそんな危険な物件をさ、俺が見て危険だなっていう部分に、その船に乗り込んで、出発進行なんかしたら、500メートルぐらいで沈没するからね。気をつけるんだよ。こんなこと相談に乗ってます。先ほど申し上げました、銀龍侍合同会社、ホームページ持ってます。そこの方からですね、名前、電話番号聞いてみたいこと、その他をまず聞いて、で、今回のは全然俺にとっては指導案件でも何でもないから。単なる1000万以上の借金泥沼にはまるっていう予定の人に、ちょっとやめた方がいいと思いますよってアドバイスした案件。こういったこと無料で載ってます。で、そのうち栽培本当できるようになったら、三種の神器って言って、僕のとこで天然植物ホルモンバイオメジャー、有機酸カルシウム大地の雫、抗菌イオンを作る、ピュアシルバー。この3つだけを扱ってます。あとはね、肥料解析その他等も全部無料で受けてますから、それから栽培始めて、その資材を俺から買ってくれればいいだけなんで、コンサルフィーなし、いちいち有料相談料なし、ハウスの図面だけはね、有料です。これはもう完全にうちのノウハウだから、一回でもその業者に見しちゃったら、こんな作り方あったんだって言って、そのままパクられるっていうね。まあでもそんなこと別に、俺は図面屋じゃないからさ。どうせ羊くんがちょこちょこって書くだけだから、俺じゃないんだ。そんな相談載ってます。今回はですね、中古ハウスの査定のポイントやりました。以上、よろしく。